여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、律です。日本特有の読み方、訓読みは、立つというのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、そうだと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、律に対し、韓国語の漢字語は、頭の文字に来る場合は、い、それ以降の場合は、りと言います。律、い、りで学習していきましょう。では、律の漢字が入った単語を考えてみましょう。立場、立党、孤立、自立などの単語があります。律の漢字の韓国語は、頭の文字に来る場合は、い、それ以降の場合は、りなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば、単語を完成させることができます。立場の場の漢字は、じゃんなので、立場は、いっちゃんとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん。そして、立冬の冬の漢字は、どんなので、立冬は、一トンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。一トン、一トン、一トン。そして、孤立の孤の漢字は、合なので、孤立は、合理となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。合理、合理、合理。そして、自立の字の漢字は、じゃあなので、自立は、じゃりとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。じゃり、じゃり、じゃり。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。立場、場所、所有、有名、名声、声楽と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。입장、장소、소유、유명、명성、성악。このように日本人の特性を生かして
芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。